フランスの結婚式に参加してきました。日本の結婚式とは違う文化や習慣がたくさんあり、驚きの連続でした。実際に私が体験したフランス流の結婚式を今日はご紹介します。最後に予想外のハプニングもあったので、それも含めて動画に載せておきます。それではモモアンの始まり。まず私が驚いたのは司会の進行役の人。日本だとフォーマルなスーツ姿をした人を想像しますよね。フランスの司会者の方はなんと T シャツ姿の DJ。 結婚式が始まるまで私はてっきり会場の作業員なんだと思ってました。その人がいきなり音楽をかけ出して結婚式の進行を始めたので、あの人が司会者なんて自分の目を疑って二度見したぐらいびっくりしました。結婚式に DJ ブースがあって音楽をガンガンかけながら進行していく感じで、日本とは全く違うカジュアルな雰囲気でした。なのでゲストの服装もカジュアルです。日本の結婚式だと服装マナーを気にする人が多いですが、フランスでは想像以上に自由。みんな自分らしいスタイルで参加していて、とても自然な雰囲気です。中には正直、その服で結婚式に来るのと思う人もいました。男性もネクタイなしだったり、女性も結婚式用のドレスではなかったり。でもフランスでは格式よりも新郎新婦を祝う気持ちの方が大事にされているのかなって感じました。次に衝撃だったのは食事です。日本だと着席してコース料理をスタッフの方がテーブルまで運んでくるのが定番ですよね。フランスの結婚式はビュッフェスタイル。まずは前菜がテーブルに並べられていて、それをゲストが取りに行くんです。前菜が終わったらメインが並べられて、その後にチーズが並べられて、自分で好きなものを好きなだけ食べられるビュッフェも悪くないなと思いました。でも一番衝撃的だったのはやっぱり食事の合間にあるダンスタイム。急に大きな音楽が流れ始めて、ゲストの皆さんが次々とダンスフロアに集まっていきます。最初は少し踊るだけかなと思っていたのですが、全然違いました。気づけば会場全体がクラブ状態になっていて、本当に驚きました。照明も変わり、音楽のボリュームも上がり、みんな思い思いに踊っています。若い人だけではなく、おじいちゃんやおばあちゃん世代の方まで楽しそうに踊っていて、その光景がとても印象的でした。日本だと結婚式では少し遠慮したり、周りを気にしたりすることもありますが、フランスではみんなが心から楽しんでいるように見えました。しかし盛り上がりはそれだけではありません。なんと途中で花火まで登場したんです。私は結婚式で室内で花火とびっくりしました。音楽に合わせて花火の演出が始まり、会場のテンションは一気に最高潮。まるで結婚式というよりはライブ会場やイベント会場にいるような感覚でした。私はだからこの DJ の人が必要なんだと一人で納得してました。ここで皆さんお気づきかと思いますが、日本の結婚式にある余興、実はフランスにはありません。その代わりにこうやってみんなでダンスをする感じです。ご祝儀も日本とは違って相場とかはなく、披露宴会場に設置されているボックスに自分が好きな金額を入れるスタイル。お金ではなくプレゼントをするゲストもいます。
でもやっぱり日本とフランスの違いで一番驚いたのは何といっても長さ。結婚式のスタートは午後の4時、そしてその後外でシャンパンを飲みながらみんなでアペロタイム的な感じで午後の7時ぐらいまで楽しみます。それが終わってようやく外から中の会場に移動します。いわゆるこれが日本でいう披露宴です。前菜が出てくるのは夜9時ぐらい。メインが出てくる頃はもう真夜中です。このケーキカットの時点でもうすでに2時。深夜を回ると披露宴というよりはもうクラブ状態。年齢に関係なくみんなで盛り上がって日本ではなかなか見られない光景だなって思いました。私は最初少し離れた場所からその様子を見ていたんです。みんなすごいなと思いながら眺めているだけでは終わりませんでした。一緒に踊ろうと手を引っ張られました。最初は遠慮していたのですが、気づけば手を引かれて私もフロアへ。そしてそのままダンスの輪の中に入ることになりました。とにかくみんなが楽しむことを大切にしているんです。結婚式に参加したはずなのに、気づけばクラブのような感覚でみんなと踊っています。日本の結婚式ではなかなか経験できない光景だったので、とても印象に残っています。フランスの結婚式はただお祝いをするだけではなく、その場にいる全員で思い切り楽しむ文化なんだなと感じました。そして気づけば私自身もその楽しさに巻き込まれていました。これが私がフランスの結婚式で一番驚いた出来事かもしれません。日本の結婚式なら式と披露宴を合わせても4時間ぐらいで終わりますよね。フランスの結婚式は披露宴が終わったのはなんと午前4時です。結局私たちは最後まで残らずに睡魔に襲われて途中で帰ることにしました。なので新郎新婦はゲストが遠くから来る場合はホテルやエアビーなどの宿泊先を手配してあるのが普通です。もちろん私たちにもエアビーを用意してくれてたのですが、ここで予想外のハプニングになってしまいました。今ね、結婚式がまだ終わってないんですけど、もう3時半でちょっと眠くなってきたので先に帰ることにしました。帰るといってもフランスなので、今日はフランスで一泊して明日のお昼ぐらいにまたみんなでねご飯を食べて、それからベルギーに戻るんですけど、ちょっと一つトラブルが発生して、新郎新婦が取ってくれたエアビーに泊まる予定なんですけど、鍵が開かないっていうトラブルなんですよね。ベルギーに帰らないといけないかも。寝るとこがないです。なんでさすがにこの時間オーナーに電話しても起きてるわけないし、正しい暗証番号がわからなかったらこのままね私たちはちょっと泊まるとこがなくなるので、ベルギーに帰らないといけないかもしれないです。まだ2次会やってるので電話がなかなかつながらないんですよね。でも正しい番号がないと鍵が開かないから私たちは中に入れないし、最悪ベルギーに戻ることになるかもです。 We don't have code. And the phone number don't work. People don't pick up. Of course, because already full. Nobody pick up. It's normal. Owner don't pick up. We cannot go sleep, so we go back home. そう恐れてたことが起きました。結局誰もコードが分からなくて、で鍵をキーボックス、It's a key box indeed. キーボックスを開けることができないので、コードがないと。でそのコードが分からなくて、結局花嫁さんも E メールを受け取ったけど、そこにあったのはコードではなかった感じで、結局キーボックスは開けられず、そう We are back to Belgium。
no sleep. Just go back. つらい。3時間ぐらいかかるんですよ。So 3 hours by car. 3 hours. 3 hours and we need to charge it. 3時間20分ぐらいかな、チャージしなきゃいけないので、今ねちょうどチャージしてる最中なんですけど。Arrive at 7:30, something like that. 7:30. Let's put a bit more charge just in case I cannot have a charge at hand. Because it looks like I'm not that lucky today. 7時半過ぎぐらいに多分ベルギーの家に帰れると思うんですけど、絶対もう明るくなってるやん。I guess soon sunset. No, sunrise. Oh, yeah. もううっすらね外は明るくなってきてるので、もうすぐサンライズかと思いますね。何時なのな今。It's not that dark anymore. 今4時45分です、ちなみに。というわけで、バックトゥベルジム。